はい、こんにちは、かずもんです。今日はですね、はい、こちら以前ね動画で組み立てをしました横モのね最新の FWD ツーリングカーの BD10F なんですけど、このフロントドライブのツーリングカーのシャーシにドリフトタイヤを取り付けてドリフト走行ができるのかどうかっていうのをやってみようと思います。実車でね FF の車でドリフトもやれなくはないそうなので、フロントドライブのラジコンでドリフトができるのかどうか今日はやっていきたいと思います。はい、じゃあこれ以前走らせたままの状態でツーリングカーのゴムタイヤがついてます。最初はどんな状態か比較するためにこのゴムタイヤのままで走行してみたいと思います。全くドリフトする感じはないねこんな感じで、ゴムタイヤなんで全くドリフトする気配はありませんね。じゃあ今からねこのドリフトタイヤ表面がねこういうツルツルのドリフトタイヤに変えていこうと思います。はい、じゃあ今ドリフトタイヤに交換しました。じゃあねこれでドリフト走行ができるのかどうなのかやっていきたいと思います。これちょっとまずいんじゃないこれアンダーで全然これドリフトしないねドリフトタイヤつければ簡単にドリフトできるかなと思ったけど全くドリフトしないですねアンダーステアでリアが流れないですね。どうしようかなこれじゃあ今回企画倒れになっちゃうじゃん、試しにアンダーステアをちょっと消すために前だけゴムタイヤに変えてやってみようか一回ね。前がグリップタイヤで後ろがドリフトタイヤで今度はチャレンジしてみたいと思いますあれなんかこれはドリフトじゃないねこれはスピンなんか別の遊びになっちゃってるよねどうしようね、全然ドリフトしないハンドブレーキ、実車はサイドブレーキがあるもんね、ラジコンだとねこれサイドブレーキないもんね、後ろフリーだから。はい、じゃあね後ろのねこのリアタイヤがこういう風に回っちゃうんで、自車だとねサイドブレーキ引くとこういう風にリアが止まるようになるんですけど、ラジコンのタイヤってもうずっとフリーで回り続けちゃうんでガチッとロックしようと思います。でどうやってロックするかなんですけど、簡易的になんですけどリアのアップライトのこの下のシャフトの部分に芋ネジが入ってるんですけど、ここにねちょっと長めのネジを入れてホイールに当ててリアタイヤをねロックしていこうと思います。ちなみにこれ車を壊しかねないんであまりやらない方がいいと思います。はいはい、じゃあねこれ長めのネジを入れてリアのタイヤがね回らないようにこんな感じでロックしました。じゃあねこれでドリフトができるのか一回走っていきたいと思います。はい、じゃあ今ねこれリアタイヤをロックした状態ですね。じゃあこれで走っていきたいと思います。ちょっといいんじゃないこれ今のね。
お、運転は難しいんだけどなんとかできそうだねこれなら。今やってて思ったんだけど、フロントのカウンターが動きを予想してカウンター当ててけばなんとか走れそうなんだけど、ジャイロをつければそこがうまいことなんか帳尻が合うような気がするんで、試しにねジャイロを一回つけてみたいと思います。そしたらなんかねうまくできそうな気がするんで、一回ねジャイロつけていきたいと思います。はい、じゃあ今これねジャイロを取り付けまして、こんな感じでジャイロがねカウンターステアをねアシストしてくれる状態になってるんですけど、これでねやっていきたいと思います。いくよ。はい、お、いいんじゃないこれ。これさ今いい感じじゃなかった？ちょっとまだぎこちない部分はあるけど結構いい感じな気がする。はい、ということで今日はね横モの最新 FWD ツーリングカー BD10F でドリフトタイヤをつけてドリフトができるのかどうかっていう検証をやってみました。そのままドリフトタイヤつけるだけではドリフトができなくて、リアのタイヤロックしてみたりとかジャイロをつけてみたりとかっていろいろやってみたんですけど、正直なところドリフトっていう感じには程遠いんじゃないかなっていう感じはするんですけど、実車のようにねリアのタイヤがこうブレーキで調整できるようなそういう仕組みを作ってあげればドリフトができるんじゃないかなっていうのは今日やってみて感じました。FWD でねドリフトをするためのアイディアがあれば是非ねコメント欄の方にコメントよろしくお願いします。それじゃあね今回の動画いいと思った方は是非チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。それじゃあねまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。